少し前エコー&ザ・バニーメンの動画を上げた中で、彼らをネオサイケというジャンルを代表するバンドと紹介したんですけど、どうでしょう。ネオサイケって最近はあまり言わなくなったジャンル名だと思いませんか。ググってみても日本語のウィキはなし。しかし英語版ではネオサイケデリアとして記事があります。これを読んでみますと、1970年代末にポストパンクから派生した60年代のサイケデリックロックに影響を受けたバンドをそう呼ぶようになったというのは自分の認識と合っているのですが、そこでは現在に至るまでのサイケに影響を受けたオルタナティブ、インディー系のバンドを全部ひっくるめてネオサイケデリアと呼んでいるようです。そこにはエコー&ザ・バニーメンからザ・フレイミング・リップス、アニマルコレクティブにテーム・インパラあたりまで含まれていて、範囲が広すぎてちょっと違和感を覚えてしまいました。自分の記憶では80年代、主にイギリスのある一定のイメージを持ったポストパンク系のバンドをネオサイケと呼んでいて、90年代を迎えるのと同時ぐらいにほとんど使われなくなったように思います。で、今回どうするかというと、自分が80年代後半ぐらいにフールズメイトとかを読んで、こういうのがネオサイケだと思っていたようなバンド、よく叙情派ネオサイケなんて言われ方もされていました。そういった比較的マイナーな、範囲が広がると取りこぼしてしまいそうなバンドを中心に特集したいと思います。まずはネオサイケの生まれた背景から話していきます。そもそも元々のサイケデリックロックは1960年代後半に大流行します。これは LSD などのドラッグによる幻覚をサウンドで表現したものとして始まり、さまざまな音楽的、音響的実験が試され、ロックの表現の幅が大きく広がりますが、1970年代を迎える頃には流行は収束に向かいます。そこから時は流れて1970年代後半、パンクロックのムーブメントが起こり、特にイギリスでは今まで楽器を持ったことのないような若者がどんどんバンドを組んで活動を始めます。そして1970年代末にパンクのブームは一旦収束し、代わりにポストパンクが浮上してきます。ポストパンクはパンクをきっかけに活動を始めたものの、パンクの枠にとらわれない音楽を始めたバンドたちで、音楽性は幅広くいろいろなものがあります。その中で60年代のサイケデリックロックからの影響を感じさせるものをネオサイケというようになります。最初の頃はアシッドパンクと呼ばれていたとも言われていますね。で、どのあたりからネオサイケが始まったのか。マンチェスター出身のマガジンが1978年に、ザ・フォールとジョイ・ディビジョンが1979年にデビューしていて、彼らをネオサイケの範疇に入れて語ることもありますが、どちらかというと80年代のネオサイケの影響元という感じがします。また1979年にファーストアルバムを出しているザ・ソフトボーイズもネオサイケの源流と言えます。1980年のセカンドアルバムアンダーウォーター・ムーンライトはザ・ビートルズや初期ピンク・フロイド、ザ・バーズ、キャプテン・ビーハートなどの影響を感じさせる曲をパンクを通過したソリッドな演奏で聴かせ、名盤との呼び声も高いのですが、基礎のしっかりしてそうな骨太のサウンドはポストパンクっぽくはなく、当時はあまり受けなかったようです。リアルタイムでは評価されず、ザ・ソフトボーイズは1981年に解散しています。そしてほとんど同時期ですが、1979年から1980年にリバプールからティアドロップ・エクスプローズとエコー&ザ・バニーメンが出てきます。ジュリアン・コープが率いるティアドロップ・エクスプローズは1980年にファーストアルバムキリマンジャロをリリースしていて、60年代のガレージパンク的なシンプルな曲にオルガンやブラスをフィーチャーしたカラフルなサウンドで意外とファンキーだったりもします。エコー&ザ・バニーメンに関しては少し前に動画を上げているので、詳しくはそちらを見てもらうとして、簡単に紹介すると、60年代のサイケデリックロックからの影響とザ・フォールや
ジョイ・ディビジョンなど同時代のポストパンクからの流れを感じさせるタイトで鋭いサウンドが特徴です。また現在はゴシックロックにカテゴライズされるバンドの多くがネオサイケとして語られていました。例えば空間系のエフェクトを多用したギターサウンド、内省的で暗い感じの曲が多いことなど、実際両者の音楽性はかなり被っている部分が多く、どこで判別するかといえば正直な話、見た目の違いぐらいだったのではと思います。ゴスはメイクをしていたり大敗的な雰囲気を演出したりしていますが、ネオサイケは普段着っぽく自然体、当時はだいたいそんな感じで判断していたように思います。自分の想像では1980年代初頭にネオサイケというジャンルが形になったと思うのですが、その時には初期の U2 やザ・サイケデリック・ファーズ、ザ・キュアなんかもネオサイケの範疇に含まれていました。そして今回なんですが、今名前が挙がったメジャーなバンドじゃなく、もうちょっとマイナーなバンドを中心に紹介しようかと思います。まず最初に紹介するのは WAR です。 WAR はエコバニのイアン・マッカロック、ティアドロップ・エクスプローズのジュリアン・コープとともにクルーシャル3というバンドを組んでいたピート・ワイリーのバンドです。リバプール出身のネオサイケ三大バンドと言われながらも、他の2バンドと比べて著しく知名度が低いと感じます。これは1981年リリースのファーストアルバムですね。ワー名義のオリジナルアルバムは翌年にもう1枚出ていますが、シングルデビュー時のバンド名はワーヒートだったり、1984年頃にはバンド名をザ・マイティ・ワーに変えていたりと、全体像が分かりづらく、その辺もマイナーになっている一因のように思います。サウンド的にはやはりエコバニ、ティアドロップ・エクスプローズに近いですが、よりガレージ的なパンクっぽい荒々しさがあり、かなりかっこいいと思います。次はモダン・イングリッシュのファーストアルバムです。モダン・イングリッシュは1979年イギリスのエセックス州で結成され、自主レーベルからシングルをリリースした後、インディーレーベルの 4AD と契約し、1981年にこのアルバムをリリースしています。サウンド的にはジョイ・ディビジョンやバウハウスなどを彷彿とさせるポストパンクで、 4AD のレーベルカラーもあり、短美的なゴスバンドと思われがちですが、しかし改めて聴いてみるとかなり荒々しいガレージサイケ的なサウンドです。次はモダン・イオン・フィクション・テイルズという1981年のアルバム。モダン・イオンは1978年にイギリス・リバプールで結成されたポストパンクバンドで、サウンド的にはダークなゴシック系ですが、ボーカルのウィスパーっぽく遠い感じ、揺らめくようなギターサウンドなんかは後のドリームポップにつながるような感じもあり、夢の中のような浮遊感と陰鬱な雰囲気が同居しています。マイナーなポストパンクを掘っている中で個人的におおって思った作品ですね。次はザ・サウンドのセカンドアルバム From the Lion's Mouth、 1981年の作品です。ザ・サウンドは1979年にロンドンで結成されたバンドで、1980年にワーナー傘下のコロバレーベルと契約しデビュー。コロバというのはエコー&ザ・バニーメンが筆頭のアーティストとして契約していたレーベルです。彼らのサウンドはクールでダークな楽曲にジム・モリソンを彷彿とさせるような渋めのボーカルが乗ります。冷たい感じのシンセサイザーも特徴的だと思います。個人的にはジョイ・ディビジョンとエコー&ザ・バニーメンの中間くらいに位置する音だと思います。彼らは当時から評価は高かったそうですが、商業的には成功せず、後に再評価されたバンドです。次はザ・ネイムスのスイミング。ザ・ネイムスは1978年にベルギーはブリュッセルで結成されたポストパンクバンド。イギリスのレーベルと契約することに熱心だったそうで、マンチェスターのファクトリーレコードと関係を持ち、マーティン・ハネットのプロデュースでシングルをリリース。この82年のファーストアルバムもマーティン・ハネットのプロデュースで、ベルギーのクレスプキュールからリリース。
サウンドはジョイディビジョンなどに通じる体温の低そうなポストパンク系ですが、ギターなんかは淡く透明感のある音でジャケットのような抽象的な絵画なんかを連想させます。オポジションは1979年ロンドンで結成。当初はレゲエ、スカの要素を取り入れたニューウェーブバンドでしたが、1981年リリースのファーストアルバムではダークなポストパンクに路線変更していました。これは1983年リリースのセカンドアルバムです。ウィキによると、このアルバムではジョイ・ディビジョンとザ・カメレオンズの影響があると書かれています。硬く冷たいポストパンクサウンドとドロッとしたサイケな感じが融合していてとてもいいです。個人的に最近まで全く知らないバンドだったのですが、サブスクで1曲聴いてかっこよと思って即ポチった最近のお気に入りのアルバムです。次はサッドラバーズ&ジャイアンツエピックガーデンミュージック。サッドラバーズ&ジャイアンツは1980年にイギリスで結成。これは1982年リリースのファーストアルバムです。こういったマイナー寄りのネオサイケでは一番と言っていいぐらいよく名前の上がるバンドです。比較的メロディアスな曲調でネオアコっぽさもありますが、冷たい印象のシンセを多用していて、それが独特の幻想的な雰囲気につながっていると思います。すごく突出したものがあるバンドだとは思えないのですが、自分の思う典型的な樹上派ネオサイケって感じがして結構気に入ってます。And Also the Trees は1979年にイギリスで結成されたバンド。1981年ザ・キュアのツアーをサポートしたことから交流を持ち、1984年リリースのこのファーストアルバムではザ・キュアのローレンス・トルハーストがプロデュースです。それもあってかサウンドは81年から82年頃のザ・キュアに通じるダークなものになっています。しかし彼らの曲を聴いて一番印象的なのは低めの声で泣いているような癖の強いボーカルでしょう。全くメロディアスではなく、正直最初聴いた時は受け付けなかったのですが、しかし曲に独特の美しさがあり、だんだんと好きになっていきました。ジャケット写真の森の奥から聞こえてきそうなゴシック系のサウンドですが、多分見た目が地味なので当時はゴスと呼ばれなかったのでしょうね。ザ・キュアの話題が出たのでついでと言ってはなんですが、The Essence の Purity も紹介します。The Essence は1984年にオランダで結成されたバンド。これは1985年リリースのファーストアルバムです。ザ・キュアを知っている人はちょっと聞いてみてほしいんですけど、まあこれがザ・キュアにそっくりで、どこが一番似ているかというとボーカルの声と歌い方なんですよね。正直ロバート・スミスのモノマネをしているとしか思えないです。曲の方もそれっぽくて、ザ・キュアのセカンドからサードっぽい感じではありますが、よく聞くとそこまでは似ていなくて、彼らならではの部分も見えます。演奏とサウンドは若干しょぼい感じで、しかしその中に何曲かこの曲めっちゃ良くないっていうのがあって侮れないんですよね。淡い色彩が感じられるネオサイケ作品として時々妙に聴きたくなるアルバムです。ザ・カメレオンズは1981年にマンチェスターで結成されたバンド。ポストパンクのバンドとしては以前から高い評価を得ていて、マイナーなバンド紹介みたいな感じで語るのは失礼かとは思うのですが、まあ日本での知名度はかなり低いと思うので、ここで紹介させていただきます。これは1985年リリースのセカンドアルバムです。彼らは80年代に3枚のオリジナルアルバムを出していて、どれも内容は良いのですが、個人的にはこれが一番好きでした。サウンドはエコー&ザ・バニーメント U2 に影響を受けているようで、空間系エフェクトを駆使したギターサウンドは非常にドリーミーで、後のシューゲイザーを予感させる部分もあり、とても完成度の高い作品でおすすめですが、シューゲイザーやドリームポップ的なものを期待して聴くと、男らしく歌い上げるボーカルにちょっと違和感を覚えるかもしれません。次はブレスレスの The Glass Bees Game。
ブレスレスは1983年に結成されたイギリスのバンドです。ボーカルのドミニク・アップルトンは 4AD の This Mortal Coil にも参加しており、 4AD との関わりも深いですが、作品は自らのレーベルテナーボッサからリリースしています。これは1986年のファーストアルバムですが、現在まで解散せずに活動していて8枚のアルバムを出しています。後年の作品はドリームポップ、シューゲーザー色が強くなりますが、このファーストアルバムではちょっと陰鬱な感じのポストパンクっぽさが強くなっています。そしてやはり 4AD のアーティストにも通じる短美な雰囲気も感じられますね。次はザ・チャーチ、スターフィッシュ。ザ・チャーチは1980年にオーストラリアで結成されたバンド。ポストパンクというよりもっとストレートなロック、フォークロック的なサウンドが特徴のバンドです。これは1988年にリリースした通算5枚目のアルバムで、シングルカットされた Under the Milky Way はアメリカのビルボードで24位に入るヒットとなりました。陰りのある叙情的な楽曲が多いですが、どこか広々とした感じ、おおらかな感じがあるように思えて、イギリスのバンドとはまた違った魅力を持ったバンドです。個人的にはこれリアルタイム89年か90年だったかもしれないですけど、Under the Milky Way をラジオで聴いていいなと思ってアルバムを買って、それ以来もう愛聴しているアルバムです。当時はこれがネオサイケとか意識してなかったので、今回の特集に入れるか迷ったのですが、ネオサイケといえばザ・チャーチの名前はよく上がるようなので紹介しました。個人的にはかなりの名盤だと思っています。続いてはマイティレモンドロップス、ワールド・ウィザウト・エンド。ザ・マイティレモンドロップスは1985年にイギリスで結成されたバンドです。これは1988年リリースのセカンドアルバムですね。エコー&ザ・バニーメンからの影響を感じさせる典型的なネオサイケだと思います。というか、自然の中で佇むジャケット写真を含め、明らかにエコバニを意識しているだろうと思える部分がちらほら見られ、むしろ清々しいというべきか、それでいて演奏は緊張感みたいなものは薄く、凡庸な印象を受けます。そしてメンバーのビジュアルが地味とめちゃめちゃけなしているように思われるかもしれませんが、自分はこれ結構好きです。エコバニより幾分ポップでライトな感じで CD に手が伸びることが結構あったりする作品です。The House of Love は1986年にイギリスで結成されたバンド。これは1988年リリースのファーストアルバムで、クリエーションレコードからリリースされています。クリエーションは90年代にかけてマイブラ、ライド、プライマルスクリーム、オアシスなどなど、イギリスのロック史に残るような作品を多数リリースするインディーレーベルですが、80年代後半、クリエーションが最も力を入れていたバンドがこのハウスオブラブでしょう。サウンド的には揺らめくようなギターと深みを感じさせるボーカルの声が特徴で、さらに全体に深めのリバーブがかかっています。これはまさにネオサイケとシューゲイザーの間をつなぐような音だと思います。The House of Love はこの後メジャーに移籍してアルバムを出します。なかなかいい作品だとは思いますが、若干地味で、マッドチェスターやシューゲイザーのムーブメントの影に隠れてしまった感は否めません。The House of Love はネオサイケと呼ばれたジャンルの最後に、一瞬だけかもしれませんが輝いたバンドだと思います。補足として80年代のポストパンクから90年代に至る流れの中で重要なものをいくつか紹介します。まず黒糖トゥインズ。彼らは間違いなくゴスのシーンから登場してきたバンドですが、1984年のサードアルバムのあたりで独自の短美的な世界観のサウンドを完成させます。これが後にドリームポップと呼ばれ、シューゲイザーにもつながっていきます。今回紹介したバンドの中でも浮遊感や短美性の強いものはドリームポップにくくられることが多いです。続いて The Jesus and Mary Chain。 1984年にフィードバックノイズまみれの爆音ギターと
その奥から聞こえてくる60年代風のポップなメロディーで衝撃的なデビューを飾りました。今回紹介した繊細でメランコリックなネオサイケとは違って聞こえるかもしれませんが、彼らも60年代のサイケから強い影響を受けたネオサイケデリアの一種でしょう。スペースメン3は反復するビートとノイジーなギターによるヘビーサイケを80年代中頃から演奏していました。サイケと言いつつあんまりドラッグとイメージが結びつかないポストパンク系のネオサイケとは違い、スペースメン3はドロドロにドラッグ臭い本物のサイケ感があります。また1987年リリースのザ・シェイメンのファーストアルバムはバンド編成によるネオサイケ的作品ではありますが、ダンサブルで強楽的な面も目立ちます。ザ・シェイメンはこの後ハウスミュージックに傾倒し、打ち込み主体のユニットへ変化していきました。これはいわゆるマッドチェスター、セカンドサマーオブラブと時期がかぶっていて、このアルバムはネオサイケとそのあたりをつなぐものとして聴けます。マンチェスターのハッピーマンデーズやストーンローゼスなどとの同時代性も感じますね。こうして1990年前後にマッドチェスター、そしてシューゲーザーのムーブメントが続けざまに起こり、よりドラッキーで幻覚的、強楽的な音楽が溢れてくると、それまでのネオサイケのバンドたちは一気に色あせて見えてしまったように思います。ここで一旦80年代の叙情的なネオサイケはフェードアウトしていきました。はい、今回はエコバニの動画を作っている時、そういえば80年代はネオサイケと言われたバンドがたくさんいたよなと思ったのがきっかけとなってこの動画を作ったのですが、調べていくうちに自分がネオサイケだと思っていたものがネオサイケと呼ばれてなかったりして、ちょっと混乱したところもありました。現在海外のウィキやなんかを見てみると、60年代のサイケからの影響が明白なものはネオサイケデリア、ダークで冷たい雰囲気のものはゴス、浮遊感がある感じのものはドリームポップと呼ばれる傾向があるように思います。そのあたりをアップデートする動画にしてもよかったんですが、今回はあえて自分の思うネオサイケ、メランコリックでほの暗い感じ、隙間がありつつリバーブのたっぷりかかったサウンド、自然を写したジャケット写真や抽象的なイメージ、そういった感じの80年代のポストパンク系のバンドを集めて紹介してみました。こうして年代順で並べてみると、ジョイ・ディビジョンなどのポストパンクと同時代性を感じる80年代初期から90年代のシューゲーザー的な音への変化の過程が感じ取れると思います。埋もれてしまうにはあまりにも惜しいと思える作品がたくさんあるので、聞いたことない方は試しにちょっと聞いてみてほしいです。はい、ご視聴ありがとうございました。